こんにちは。本動画は初心者向けのフリーキャド解説動画となります。最低限、これだけ知っておけば十分という内容となっております。一緒に操作しながらご視聴ください。適宜、一時停止やスキップしてください。それでは、本動画の流れを説明します。まず、フリーキャドのダウンロードとインストールを行います。次に、実際にフリーキャドの最低限の使い方を説明します。次に、フリーキャドのつまずくポイントを解説します。最後に、まとめとなります。では、早速フリーキャドをダウンロードしましょう。ブラウザでフリーキャドと入力すると、フリーキャド公式ホームページが上位に表示されます。クリックしてホームページを開きましょう。今すぐダウンロードというアイコンをクリックします。Windows をご利用の方は、Windows 64ビットインストーラーをクリックし、ダウンロードします。ダウンロードが完了したら、インストーラーを実行しましょう。確認のダイアログは、はいを選択します。セットアップ画面が表示されますので、次へ通していってください。セットアップが始まります。セットアップが完了しましたら、完了をクリックしてください。デスクトップ上にフリーキャドのアイコンが作成されますので、起動しましょう。これでフリーキャドのインストールは完了です。それではフリーキャドを実際に使ってみます。新規作成アイコンが表示されていますので、クリックしてください。コンボボックスが表示されています。最初はスタートとなっています。コンボボックスからパートデザインを選択してください。基本的に最初はパートデザインだけ知っておけば十分です。では、パートデザインで図形を生成してみましょう。まず、ボディを作成します。ボディ、アイコンをクリックしてください。ボディが作成されます。コンボビューのモデルにボディが表示されます。次に、スケッチ、アイコンをクリックしてください。画面が変わります。この画面では、どの平面で設計するかを選択します。例えば、XY、プレーンでは、上から見た形状を作図します。XG、プレーンは前面から見た形状。YG、プレーンは側面から見た形状を作図します。とりあえず、今回は、XY、プレーンを選択しましょう。XY、プレーンを選択して、OK を謳歌します。画面が作図用の画面となります。ここで初心者の方はグリッドを表示しましょう。グリッドアイコンが表示されていますのでクリックします。次にスナップアイコンが表示されていますのでアイコンの右にある三角ボタンをクリックします。スナップ2グリッドスナップ2オブジェクトをチェックしてください。これによりグリッド単位でずれずに作図をすることができるようになります。では実際に何か描いてみましょう。円アイコンをクリックしてください。マウスカーソルが円を描く形状に変更されています。グリッド上の適当な場所でクリックすると中心点が決まります。円の大きさを決めてクリックすると円の形状を作図することができます。ひとまずここで作図画面を閉じましょう。閉じるをクリックしてください。ボディの下にスケッチが表示されています。ではこの円を立体化してみましょう。スケッチを選択してアットアイコンをクリックしてください。画面が変わって円が立体化され円柱となりました。立体化した図形の向きを変えてみたい場合、シフトとマウス右ボタンを押しながらマウスを動かしてください。図形の位置を変えたい場合はコントロールとマウス右ボタンを押しながらマウスを動かしてください。立体化した円柱の長さを変えたい場合は長さ、パラメータの値を変更します。ここでは 10mm から 20mm に変更してみます。値を変更したら OK ボタンをクリックしてください。ボディの下にパッドが作られ、その下にスケッチが表示されています。スケッチがグレーの文字で表示されています。スケッチを選択してスペースキーを謳歌してみましょう。スケッチで描いた円が表示されます。ここでパッドを選択してスペースキーを謳歌してみましょう。スケッチで描いた円だけ表示され、立体化した円柱が消えました。もう一度パッドを選択してス
ペースキーを謳歌すると立体化した図形が表示されます。このようにスペースキーで表示、非表示を切り替えることができます。では、パッドをダブルクリックしてください。先ほど開いた立体化の設定画面が表示されます。では、改めてパッドパラメータを見てみましょう。逆方向という項目があります。チェックしてみましょう。そうすると、円の反対方向に立体化されます。基本的に 3D グラフィックスでは面に対して方向があります。面の方向を方線と言います。3D グラフィックスの原理に関してはいずれ解説したいと思います。ここでは面には方向があるということが分かれば大丈夫です。では、逆方向のチェックは解除して面に対して対象をチェックしてください。そうすると円柱の長さは変わらず面を中心として立体化した図形となります。では、面に対して対象をチェックを外してキャンセルボタンを謳歌して元に戻りましょう。次にスケッチをダブルクリックしてください。作図画面に切り替わります。作図した円の中に円や四角を適当に描画してみましょう。閉じるボタンを謳歌すると円の中に描画した図形が穴となって表示されます。このように図形の中に図形を描画すると穴として認識されます。穴ではなくへこみを描画したい場合はポケットという機能を使います。スケッチアイコンをクリックして新たなスケッチを作成しましょう。XY プレーンを選択して OK をクリックしてください。スケッチ画面に切り替わりますので円の中に適当な図形を描画してください。この時セクションボタンをクリックすると立体図形が透過しますので描画しやすくなります。図形を適当に描画したら閉じるボタンをクリックしてください。ボディの下にスケッチ001が作成されています。ここでスケッチ001の位置を変更しましょう。スケッチ001を選択し、プロパティ、アタッチメント、オフセット、ポジションを開きます。Z の値を 20mm に変更してみましょう。これにより描画した図形が円柱高さ方向に 20mm 高くなったことになります。では、スケッチ001を選択し、ポケットアイコンをクリックしてください。円柱にへこみができたことがわかりますでしょうか。長さを変えるとへこみの深さを変更できます。それでは OK をクリックして元の画面に戻りましょう。ボディの下にポケットが作られ、その下にスケッチ001が表示されています。このようにフリーキャドでの基本的な操作は、ボディを作成してその中にスケッチを作成、スケッチで図形を描画してパッドで立体化、ポケットで穴開けやへこみを作るという流れを繰り返していくこととなります。一応作成した図形を 3D プリンターで扱う方法を解説します。まず 3D プリンターで印刷したいボディを選択します。ファイル、エクスポートで出力したいパスを選択します。ファイル名は半角アルファベットにするのが無難です。ファイルの種類は STL、メッシュを選択してください。保存を謳歌します。これでお使いのスライスソフトでも取り込めます。スライスソフトの使い方については本動画では解説しません。要望があれば 3D プリンターで失敗した時の対処方法を解説するかもしれません。ではここから初心者がつまずくポイントについて解説します。フリーキャドの基本ルールを4点説明します。まず1点目です。実際にフリーキャドを操作しながらどういうことか見ていきましょう。まずはボディとスケッチを作成します。作図でポリラインを使ってみましょう。適当に描画して終点を支点とくっつけずに作図画面を閉じます。立体化しようとするとエラーとなります。ではスケッチで支点と終点をつなげてみましょう。立体化が正常に行えることがわかります。
こでわずかな誤差で点がつながっていない場合があるかもしれません。その場合、見た目で探すのは非常に困難です。では、見分け方を解説します。もう一度、スケッチを開いて線がつながっていない状態にします。そこで、コンストレインツの項目を全選択します。すると、描画した図形で線がつながっている点が緑で表示され、つながっていない点が赤で表示されます。この方法でつながりを確認してください。一度線を消してもう一度描画し直す方法が手っ取り早いと思います。全頂点が緑となるまで線を描画し直してください。立体化が正常に行えることを確認できると思います。続いてルール2点目です。フリーキャドを操作しながらどういうことか見ていきましょう。まずはボディとスケッチを作成します。適当に図形を描画して立体化させてみます。次にもう一度新たにスケッチを追加して図形を離れた場所に描画します。立体化しようとするとエラーとなっています。ではもう一度スケッチを開き図形を接触させてみましょう。立体化に成功しました。このように同一のボディ内のパーツはくっつける必要があります。ただし1点だけくっついているという状況はダメです。例えば新たにスケッチを作成してひし形の1点だけ接触するようにします。これを立体化しようとするとエラーとなります。ではひし形を少しずらして1点ではなく少し重なるように描画します。これを立体化すると正常に立体化されます。さてルール3点目です。これは単純な話なのですが、例えば立体化した図形に対してポケットでへこみを作るとします。その際図形立体化の次にポケットを実行する必要がありますが、ポケットを先に実行してしまうと立体化した図形にへこみが反映されません。最後にルール4点目です。フリーキャドを操作しながらどういうことか見ていきましょう。フリーキャドの操作を見てください。動画を見ていただければわかりますが、図形が破綻しています。初めのうちは基本的には1スケッチに1図形とするのが無難だと思います。また別の理由で図形が破綻することがあります。面方線が逆に判断されたり、法則が重複したり、いろいろ原因があります。この場合も難しいことは考えず、もう一度図形を描画し直してみてください。まとめ。まずはパートデザイン、ワークベンチを開く。ボディを作成し、ボディ内にスケッチを作成する。1スケッチに1図形とする。図形を描くとき、頂点をグリッドに合わせて描画する。図形を描いたら、コンストレインツ、段を全選択して、頂点がすべて緑色になっていることを確認。スケッチで描いた図形を立体化するには、パッドを使う。図形をへこませたり、削ったりするには、ポケットを使う。同一ボディ内の図形は、必ず接触している必要がある。以上となります。これだけでフリーキャドが扱えるようになっていると思います。参考になれば幸いです。ではまた。